こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。今日はちょっとこのバカみたいな髪型でいきます。バカみたいな髪型で。今日ね、クーさんのセッションを受けたんですよね、久しぶりに。定期的に受けてて、今日3回目ぐらいだったかな。初めて1年半ぐらい前に受けて、今日3回目かな、受けたんですけど、やっぱね、素直さがね、大事だって言ってたんですよね。結局私が結構拡大してきてたりするのは、バカなんですよね。なんか、素直なんですよ。それはね、確かにそうだなと思う。素直っていう、なんかどこまで本当に自分に素直でいられるかというか、あとはもう周りにも素直でいられるかっていうさ、ここがやっぱ大事なんだなって。これからの私の課題というか、それも素直で、どこまで自分に素直でいられるかってとこなんですよね。うん。だからもう自分軸とかはもう当たり前なんですよ。自分が軸なのが当たり前で、結局外側の方に意識向けたりしてるっていうのは、人の方に意識向けてるってことじゃない？だから人の方の軸が軸になってるってことだから、自分軸なのは当たり前なんだよね、もう。そこがもしできないとしたら、まずはもうそこをどんどんやっていくっていうのは当たり前というかね、そこがずれてるとしたら自分軸にまずすることが大事だし、やっぱり自分自身をやっぱり見つめることではあるんだけど、そこからさ、やっぱりずっと自分を見つめていったり、自分のペースでいる時に、やっぱりこう、なんていうのかな、いろんなエゴが出てきたりとかね、一般的にどうかとか、やっぱ地球的な観念とかね、宇宙的な観念とか、いろいろなものが出てきたりするじゃないですか。そういう時にやっぱり頼りになるのは、自分のね、なんていうのかな、自分の、気持ちに素直でいること、うん、だけなんですよね。そこだけがやっぱり大事なんだなと思って、でこれからもやっぱりそこだなって、思うし、やっぱり、そういうふうになんか伝えてもらって、ここだけなんだみたいな、これがさ難しいって、やっぱりそれだけすごい観念が入ってるってことなんですよね。だから私たちってやっぱりさ、そのままでいれば完全な状態なんですよね。もう本当に、だから頑張る頑張んないとかさ、そんな頑張れ頑張れとか難しいとかさ、やっぱそういうのを地球で体験してたから、やっぱりそういう考え方が自分の考え方のようになってるんだけど、やっぱりこう自分自身っていうのは何にもしてないとうまくいっちゃうんだよね。だから何にもしてないってことに、何にもしてないっていうか、ぼーっとしてたり安心したら、安心ほっとする、リラックス、好きなことやる、無になるってやつね。あんな感じでいると、やっぱりこう自分のペースっていう、ここがさ、やっぱりできないと、ここに対してだからこういろいろ出てくるじゃないですか。ああしなくちゃ、こんなことやってていいのかなとか、やっぱそういうのがもう自分のこう思考であって、いろんな観念、地球的な観念が入ってるってことだから、もうどっかでね諦めるしかないんですよね。いろいろうまくいっちゃうんだなっていう、それを体験するためにハイヤーが、例えば会社辞めることになったりとか、人間関係が変わってきたり、家族関係が変わってきたりっていうのはさ、本当に、あと病気になったりとかね、もうね、何にもしなくなることを一回ねリセットとしてさせるみたいな。だって要はさ、何もしてなければうまくいっちゃうんですよね。やっぱりうまく回っちゃうって感じだから、そう私もやっぱりもう本当にこれからものんびりとねヤギを見ようかなっていう感じですよね。これがやっぱり大事なんだよね。そう、このあとやっぱり自分にどれだけ素直になれるかっていうところなんだって。素直さってさ、やっぱり子供素直だよね。素直に、さっきもスーリアはテストがうまくできなくてみんなに怒られて怒られてたけど、口から物出しながら泣いてたから、うわーみたいな感じでゲロ吐きながら泣くっていうさ、そういう素直というか思いっきり出してて笑っちゃったってやつなんだけど、
これってさ簡単なようでやっぱ難しいって思ってるけど簡単だからね、そうそう、だからやっぱ大人はさどこまで子供になれるかだな。やっぱり子供になれるか自由になれるかっていうところだと思うから、だからちょっとこんな髪の毛してみたこんなアホみたいなね。42ですけどこれいいですかみたいなそう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 、そうなんだよね。もうねやっぱねクーさんのセッション強烈でね、もう眠気が半端、頭痛くて眠気も半端なくて、やっぱりこうなんていうのかな、今私が受けたいと思うセッションとかちょっと頼りになると、もう自分との戦いじゃないんだよね。自分とハイヤーなんですよ今進み方としては。自分とハイヤーだけだから、もうほとんど自分の中で答えが出るんですね。人に聞かなくても大体答え出るんだけど、やっぱりその立ち位置としての部分っていうのかな、自分が、何か軸がぶれそうになった時に、どういう風な感じで戻してるかっていうと、やっぱ全てが幻想だっていうところに行くんですよね。全てが幻想だから、それに対してやっぱり幻想なのに映画なのに執着が入るんですよ。それに対してストーリーが入ってきたり、幻想がなんていうのかな、すごくやっぱりこう魅力的なんだよね。地球のこういういろんなストーリーっていうのは魅力的で、恋愛であったり、仕事であったりビジネスであったり、こういろんな人間関係であったりっていうのがさすごく魅力的で、やっぱりそっちに入りそうになるんだけど、やっぱり幻想だっていうところをベースにやっていくと、そのねやっぱ執着とかからやっぱ解放されていくから、楽になったり軽くなるっていうのがあるなっていう、この位置からやっぱりずれてくるとやっぱ苦しさが出てくるんですよ。苦しかったり、なんか自分のなんていうのかな、やっぱり執着が生まれるかな。執着が生まれて現実がなんかこうスムーズにいかなくなったりとかさ、そういう感じになりやすいと思うから、幻想であるっていうところがベースにやっぱり来るようにした方がいいやな。ここも再確認。もうさクーさんはクーだからね、ムとかクーね、その名前もクーにしちゃってるわけだからすげえなみたいな。そうすごいんだよね。やっぱりあの人が方が本当にこの地球に存在してくれて本当感謝だなというかね、来世もよろしくお願いしますって言っといた来世もよろしくお願いしますみたいな、本当にね宇宙人にはやっぱ宇宙人がいいんですよね宇宙人には宇宙人というか、いろんな人がいるんだよね。いろんな人がいるんだけど、やっぱりねこうスピリチュアルな人も宇宙的な人もストーリーに入り込んでる人はとても多いんですよ。私も含めてね。そこに対してやっぱストーリーを語るんじゃなくて、それが全てやっぱり空であったり幻想だよっていうところをベースに話してる人っていうのはとても少ないんですよ。それを発信してる日本人の人ってやっぱり前に出てる人いるのかなっていう感じするから、でもここがね本当にベースに来るとすごく現実が軽いんですよね。軽くて楽だし、自分が楽、まず自分が楽だし、現実もすごく早く変わっていくし、でもそれに対してだから現実が軽いから面白くなってくるし、でも幻想と分かっていながら楽しんでるからすごい楽しいんですよ。そういう感じになってくるからね、やっぱりここベースすごいなーって感じですね。なんか面白いよね。こういう私、バガバットギーターっていうさインドの聖典があって、それをね読んだのが26ぐらいかな、25か26ぐらいにバガバットギーターっていう聖典をインドの聖典を読み始めたんですけど、そこにやっぱりこうクリシュナ神っていうさ、クリシュナ神とアルジュナっていう人の話なんだけど、クリシュナがさやっぱりこの世は幻想だよみたいなこと言うんだよね。でアルジュナが、
あなたがそう言ってるなら、私がこういう体験してるものも幻想なの、あなたのなんていうのかな、ちょっとした遊びなのですかみたいな感じでアルジュナが言うのを見た時に、私もそれを見た時に、この世ってまさか幻想なのかなっていう、一種の遊びというか、だから私たちが寝てる間が実は本当であって、こうやって起きてる間っていうかさ、こうやって YouTube 撮ってるこれがさ夢であるっていうさ、逆転してるようなところがなんかあったりとかするみたいなんだよね。で、私が今生きてる世界っていうのは100年ぐらい、生きる、100年80年でもいいけど、この80年なんてさ、宇宙から見たらあれ興味あんの宇宙から見たらさ、こんな180年って長く私たちには感じますけど、昼寝みたいな感じみたいなんだよね。そういうのもちょっと読んだことあって、宇宙の例えば1万年とか1億年もしね生きてたとしたら、こんなね80年なんてもう鼻くそみたいなもんだみたいな、なんかそういう考えた時に、これがね本当一瞬の出来事っていう風に捉えてる世界もあるのかもしれないわけじゃないですか。そうしたら本当尊いし、楽しんじゃおうってなりますよね。そう、このなんかなんていうのかな、なんとなくやっぱり魂ではわかるな。でもそっちが本当真理なんだろうなとは思うんだけど、だからこそやっぱりこういう、だったら楽しんじゃおうよみたいな感じかな。何をこだわってんだろうってなってくるよね。こういうことがもし本当だとしたら、何こだわってんのかないつもみたいな。何をこんなになんか硬くなってんだろうとかってパッてさ、やっぱパッてなっちゃうよね。そう、それでいいんだよね。どっかでもうさ、手放しちゃった方がいいですよね、パッと。諦める。自分がすごい、創造主そのものですから、みんな一人一人がね、どっかでも諦める。諦めて気楽に楽しんじゃうみたいな、そんな感じに持っていけるといいんじゃないかと思いますね。もうすごいんですよ、もう本当に。消化体、ここのさ第6社もう全部のヒーリングを今日クーさんにやってもらったんだけど、超強烈だから、もう頭痛やら眠気やらもがすごくてさ、もうこれからまたさらにねパワーアップすると思うんだけど、パワーアップもね幻想ですからこの頭痛も幻想ですからみたいな感じですからね。そう考えるともう超楽しいよね。みんなで楽しんでいきたいなと思いますね。はい。そんな感じかな。何かね気づきになればいいなと思っています。インドねちょっと今雨が多くてねちょっと暗いかもしれないんですけど、またね撮りたいと思っています。ではまた。